こんにちは、革靴の件です。今日はですね、ちょっと以前に作った革靴、僕の分が1足と、あと友人に作った2足、姉に作った2足、今手元にあるので、ちょっとどんな感じになってるのかっていうところを簡単に紹介したいと思います。今回紹介する中で、制作時期が一番古いのが去年の8月、次が10月、その次が12月、今年の2月、今年の6月という感じです。その辺の完成度も時が経つにつれて上がっているはずなので、エイジングと成長をよかったら見てください。まずはこの靴ですね。これ去年の8月ぐらいに作ったワンピースアップルピールパターンのサイドエラスティックシューズです。この前ねブログでもちょっと紹介したんですけど、ここからぐるっと巻いてここまで1枚の革が螺旋状になってますね。革の切れ目がなくて、ここから始まってここで終わるような、そんな靴です。1年前の靴なんですけど、結構パターンがうまくいったなと思ってまして、このね1枚で構成するっていうところもそうなんですけど、このフルブローグのバランス感みたいなのもなかなかいい感じです。ただね、木型が結構履き心地よかったんですけど、今作る木型とは少し形状が異なるというか、今作るともうちょっと抑揚のある形になるかなっていう気がしますね。でね、これ最初の方すごい履いてました。8月に作ってからめっちゃ履いてたんですけど、で履き心地もいいんですけど、ちょっとね新作を作るたびに新作ばっかり履くようになって、最近これあんまり履けてないんですが、3、40回ぐらい履いたのかな。これはイルチアのミュージアムカーフのダークブラウン系の革を使って作りました。いい質感ですね。エイジング記録ということでいくと、エイジングというか傷ですね、相当がっつりいってますね。なんか引っかきたんだと思うんですけど、そんなに傷気にしてないんですけど、これ結構深いですね。深い切り傷が入ってます。何なんだろうこれ、なんかわかんないけどすごい傷ですね。普通に僕が持ってるコレクションしてる既製靴なんかでこんなのがついちゃったらもう大ショックですね。次がこれですね。僕の友人に作ったノルベジェゼ製法のダービーですね。この靴は去年の10月ぐらいに完成しました。ノルベジェゼ製法なんですけど、このすくい縫いをオリジナリティを出して革を絡めていくような感じでやってみたところ、すごく面白い表情になりましたね。でこれ革はね、アノネイのアルカザールっていう革ですね。片押しの革です。シワも結構いい感じで、全体的なね色の変化が少しありますね。完成直後よりはこのシワのあたりの色抜けが少し目立ちますね。茶靴ならではのエイジングしてます。でね、この靴で問題だったのがスキンステッチをやってみたんですけど、縫い糸、これ浅糸使いました。これ浅糸がちょっと細かったっていうのと、多分よりがね少し甘かったのかな。一部履きじわの強いところ、糸が切れちゃったんですよね。友人に聞いたらこれはこれでいいっていうことなんで、このまま行くんですけど、スキンステッチなんかの技術もこういう失敗があってこそ、これじゃダメだったんだなっていうのが分かってくるといういい例ですね。この靴を作った友人はそんなことを受け入れてくれるんで、本当にありがたい限りなんですけどね。それ以外全体的にいい感じで、特に大きな傷もなく、まだまだ履けますね。次はこれですね。これ姉に作ったブーツ、ブラックのカーフとブラックのスウェードのコンビ、U チップになっているブーツですね。これの完成は去年の12月末です。U チップの部分はミシンでやって、このアウトソール、これ丸コバになってます。コバが丸くなってますね。姉に作ったブーツだったので、少し可愛らしさとか柔らかさみたいなのが欲しいなと思って、こんなディティールにしてみました。かなりこれ履いてるみたいなんですけど、丸コバもしっかりまだまだ綺麗に残って安心しますね。で、革の質感はすごく良くて、履きじわも綺麗ですね。スウェードの部分はね、こうくるぶしに馴染んで、少しこのくるぶしのあたりの突起が出てきてるような感じがします。でこの羽の付け根の冠止めなんですけど、これ茶色い糸を黒く染めて使ったんですよ。黒い糸がねちょうどなかったんで、そういう風にしたんですけど、色が抜けて茶色に戻ってきてますね。なんかこれはこれでありかもしれないですね。また黒く染めればいいんですけどね。今夏だからね、さすがに履いてないと思いますけど、ここから秋冬になってきたらまた活躍してくれると思います。次はこれですね。これさっきのダービーと同じ友人に作ったエラスティックシューズです。バーガンディの革を使ってこうイミテーションレースを通して内外にゴムをつけたサイドエラスティックシューズになってます。でこのエラスティックの部分がすごい特徴的なんですよ。これは僕がふと思いついて面白いなと思ってやってみたデザインなんですけど、ちょっと魚のヒレみたいな感じになってます。
でエラスティックシューズってさっきのこの靴みたいに革に切れ目が入ってて蛇腹になるんですけど、この部分がデザインとしてちょっと違和感あるなって感じることが多かったんですよ。もちろんこのエラスティックの部分があってもすごく綺麗にできてる靴もあるんですけど、違和感を覚えることがあったので、こんな感じで逆にね、あえてこの蛇腹の部分をデザインの一部ですっていう主張をしてみました。このパーツは別パーツにして周りを穴飾りで囲むというちょっと変わり種のサイドエラスティックです。サイドエラスティックの中でもこのレイジーマンの面白いところはこのイミテーションレースですよね。ダミーの靴紐です。これはアッパーと同じ革で作っているので、紐なのか紐じゃないのか不思議なこの質感がレイジーマンは面白いなと思っています。全体的なエイジングとしては綺麗にシワが入ってますね。で、このシワの部分若干色抜けしているような感じがあります。友人は僕のおすすめしたウリフトアッシュのザクリームでケアしているのでニュートラルですね。補色はしてないんですけど、そのおかげで少し色抜けが目立つようになってきてます。でね、このステッチ、僕完成時にバーガンディで染めたんですよ。なんですけど、だんだん色が落ちてきて元の赤に戻ってきてますね。このステッチの赤の感じもちょっと派手めでおしゃれかもしれないですね。友人は結構回数履いてるみたいで気に入ってくれてるようでよかったですね。これは今年の2月ぐらいに作りました。最後はこの靴です。この靴はこの前6月ぐらいに完成しました。姉に作った白いブログシューズですね。この靴は一番最新で、インソールにはキッシュの刻印をしています。革がゴートでヤギですね。結構白いっていうこともあって汚れがつきやすいかなという印象だったんですけど、見る限りそんなに汚れてないですね。そんなに回数は履いてないと思うんですけど、全然綺麗な状態ですね。これはちょっとね、予想外でした。もうちょっとすぐ汚くなっちゃうのかなと思ったんですけど、予想以上に綺麗です。まだ夏なんで、ここからまだまだ履けると思います。これが去年の8月、こっちが今年の6月ということで、だいぶね、技術は上がってます。でもちょっと靴の系統が違うからあんまり比較にならないですかね。ディティールを見ていくとね、だいぶ違いますね。特にこの底付けのディティールっていうのは、このコバの仕上がり具合とか、ヒールの形状とかね、このベベルドウエストの綺麗さとかもだいぶね違ってきてはいるんですけど、パッと見だとそこまでわかんないのかもしれないですね。ということで、これまで作った5足を紹介してみました。ちょっと不具合が出てるものもあれば、全く問題なく履けてるものもあって、靴は作った状態で完成じゃなくて、そこから履いて使ってどうなるかっていうところまで含めて作っていかなきゃいけないので、そこがね難しいんですよ。まだまだ絶賛成長中ですが、今年の秋にはやっと一般の販売をしようと思ってますので、よろしくお願いします。ではまた。